こがうまいかまずいかの話だったら、はい、ここはうまいよ。まずかったらお金いりません。そのぐらい自信があります。あ、いいこと言いますね。いいキャラというか、いつももうこんな感じでこれ食えよって言って。A very nice place.がいるところはこんな感じだと思いますけど、それでもやっぱり40分ぐらいかかるんじゃないですかね。ですね、これは大川の宮大工さん、これ大川格子が大川格子、宮大工さんが作った屋台。まあそうですね、たまたま運が良かったというか、なんかちょっと珍しい屋台でやりたいなとは思ってたので、まあいいなと思ったのもあったんですけど、まあこの屋台が一番いいなと。いやもう天気予報は毎日にらめっこしてますから、もう晴れることは承知済みでございます。雨でもまあ大体やるんですけどね、うちはその雨対策をこう結構研究に研究を重ねて雨でもできるようにしてやるんですよ。さすがに土砂降りの大雨はやりませんよ。お客さんがそもそも来ないので多少の雨は全然大丈夫。最初からそれ対策用に組み上げていきます、屋台を。We have not been here. It's the first time we are
experience this traditional Japanese style restaurant. Yeah. My husband, he always watch on YouTube channel for this kind of traditional style restaurant. So this is the first time we tried. Yeah, but the food tastes good, tasty, and we like this kind of style very much. Yeah, a very nice place. Yeah, thank you. Bye bye. 5時前に屋台難民がいたらまあまあ入ってきますね。そうなんですよ。5時半には一応オープンできるように毎日準備してます。屋台難民のために。ねえ、早くから飲みたい人もいらっしゃるでしょうし。各ハイボール。いや、ここで初めてです。なんか噛んだらすごい肉汁が出てくるので。そうですね。なんかタンとハラミの間ぐらい。全然食べたことないから初めて。見たことない。よかったね。おい、めっちゃ美味しかった。そうですね。やっぱりもつとニンニクは相性がいいですよ。僕が考えた商品なんですよ。他の屋台でやってないんですよ。うまいね。博多もつ鍋鉄板焼きってやつです。いや、これはこれでまた違った良さというか、鉄板焼きで、こう暑い中で屋台で食べるまあなんかおつみたいなと思うんですが、めっちゃうまい。そうですね、鹿児島県産黒毛の牛もつなんです。鹿児島から取り寄せてます。鹿児島は牛、豚、鶏、やっぱり特に牛なんかも日本一取ってますし、畜産県なんですよね、鹿児島は。一応でも鹿児島料理もいっぱいあるんですけど、博多に来て本当に食べたいものはやっぱり博多の美味しい料理だと思います。うちの屋台は鹿児島の美味しいお肉たちと、あとはやっぱり博多の
ぱり明太子だったり焼きラーメンだったりそういうのをこうメニューにはいろいろ組み合わせてますね。私はホテルで修行してでそこから和食入ってイタリアン行ってで鹿児島帰って自分でお店出してその後鹿児島の屋台村ってとこに入ってそこでちょっとお店やってでやっぱり屋台すごい面白いなと思って本場のこう屋台経験したいなと思って、応募したらたまたま受かった。ヨッキーっていうネーミングは私のあだ名なんですよ。お客さんを言わせるためにヨッキーっていうヨッキーでやってます。それいいですね。次は使います。ありがとうございます。ご当地グルメを作るのが結構趣味というか昔から得意なんで、このねあご肉を考えたりとかいろいろ考えたりしてるんで。はい、これから持ってたんです。鉄板焼きもつ鍋美味しかったね。作ってるところとか見れたり美味しいものとかいっぱい食べられたりしててよかった。美味しかったよね。歯応えがあって鹿児島だってもつが九州食べたね。九州鹿児島九州一番南側のめちゃめちゃします。だからうちで出すそのあご肉焼きっていうのも私は鹿児島の姶良市っていうところの出身で姶良市のご当地グルメを作ろうと思ってあご肉焼きっていうのをご当地グルメにしてこう全国に広めるためにこうやってこう博多に出てきて弟子たちも育って熊本、鹿児島、福岡、東京であご肉焼きは食べれますけどね。まずかったらお金はいりません。そのぐらい自信があります。漬けしたこれがあご肉です。ここはですね、黒豚のこめかみ肉のこの辺のことを鹿児島地方であご肉って言ってみんなで集まってバーベキューするときは絶対このあご肉を食べるんです。もうそういう文化なんですよ。昔その消防団の夜景っていうのがあって夜景で見守りをしながら、ご飯を食べるんですけどそれをその消防団の人たちが最初に焼肉であご肉を炒めて食べてたのが最初の由来です。ちょうど豚の骨分類ですけど1頭から 300g しか取れないすごく貴重な部位です。はこうやってもう20年ぐらいこの料理を広めてますので独自のルートで仕入れてこれを皆さんにお出ししてます。本当屋台ではここでしかもちろん食べれない一品になります。脂身がゼロで食感が歯ごたえがしっかりある。めちゃめちゃ美味しいです。最後にこう和風だしとかだしをしっかりかけて味わっていただく肉のうまみはそのままですけどね。料理って最高級の料理っていうのは本当にそのまま焼いて食べるというバーベキュースタイルが最高級の料理だと僕は思うんです。余計なことをしない。野菜も肉もうまみがそのまま出てくれるという焼くという鉄板で焼くというスタイルはすごい大事な料理なんです。これはもう我が鹿児島のシンボルマーク桜島をイメージして作ってます。5年目に昨日で突入したんですけどメニューはもう4回買いました。うちではこのあご肉焼きとかもつ鍋とか
明太子の天ぷらとかちょっと珍しいジャンルのものを食べてもらってできんですか？お前だけできん。黒ロックですよね。白ソーダです。白ソーダ。黒ロックしました。がっつりで。今から焼酎の説明をしっかりしてくれますか？なるほど。白金酒造という鹿児島県の焼酎メーカーなんですけど、会社も鹿児島出身で、我々も鹿児島のメーカーなので、福岡で鹿児島の文化を持ってきて発信していただいてる。すごいですね。もう本当に1杯目ビール飲む人たくさんいらっしゃると思うんですけど、1杯目から焼酎飲まれる方ももちろん全然いらっしゃいますし、やっぱり鹿児島のご飯のまず魅力の一つがやっぱり味がしっかりしてるっていうことと、あとヨッキーさんのご飯の中で私が一番のお気に入りはあご肉なんですけど、コリコリとした食感としっかり肉の甘み、うまみが感じられる味付けがあるので、鹿児島のご飯に鹿児島で作られた焼酎で、楽しむっていうのがやっぱり一番鹿児島を感じられる飲み方、楽しみ方なんで、ぜひそこを一回知ってもらいたいですね。一番うまいです。一番うまい。こうやって屋台村も含めて鹿児島の魅力を福岡から発信していただいてるんで、本当にありがたいですし、頼れる大将です。いやでも鹿児島で屋台をするべきだ。これをね。ここはここでやって、向こうは向こうで。それがいいですけどね。エブリデイサンデーの人とここがうまいかまずいかの話だったら、ここはうまいよ。うまいよ。並んででも食った方がいい。ここは九州発信してるから。これあご肉の炙り。美味しいよ。これをなんですか、全然の中に漬け込んで焼いてるんです。だから多分福岡だとここでしかないんじゃないですかね。また味わいがすごいんですよね。ちょっと胡椒が効いて、もうお酒に合うんですよね。いやー最高ですね。いや屋台もですけど、この大将がいるからここに来るんですよね。飲んでいいですか？めちゃめちゃ上手。同じ志持ってるってことですね。和食より洋食が上手。だから中野本当宣伝するよってずっと言ってくださるので。山根さん、鹿児島が好きなんですか？鹿児島は好きというより僕の体の一部、鹿児島があれやばいやつだ。いいキャラというか、いつももうこんな感じで行ったらなんかこれ食えよって言って、いいオーナーっすよ。鹿児島人より鹿児島人ですからね。鹿児島に謝ってもらっていて、いつも標準語喋ってる。鹿児島の人間と喋るときだけ鹿児島で。鹿児島屋台ブランドってやったんですけど、めちゃめちゃ繁盛してました。びっくりするぐらい。田舎から出てきたお店なんですけど、めっちゃ繁盛してました。お客さんと話しちゃいますよねっていう話なんですけど、だから昔の屋台村と同じような感じで、初めての人とでも和気あいと喋れるのが屋台なんです。だから屋台文化かわかんないですけど、でもこの字になって喋れるのが一番面白いかな。さっさ帰らんか。でも一番喋ったそうですね。そんな雰囲気ですけど。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。どうも気をつけて。ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございます。話します。はい。昔鹿児島でやってた時は恵比寿亭という名前だったんですよ。そうですそうです。恵比寿さんの感じでマスコットキャラクターがいるんですけど楽しいですよね。まあだから言霊っていうように言葉と歌と言葉ってこう人に伝えるのがすごい大事だと思う。人と喋るときは大切に喋ってるつもりですけど、さっきみたいな試合が来るとちょっとね言葉もこう荒くなりますけどね、いいこと言えよみたいなまあ博多の美味しいものも僕は勉強しつつですね、休みの日はいろんな美味しいものをこう食べに行ったりしてお客さんに伝えられるように勉強はしてますけどね。実は僕その博多に屋台を出しにしたのは鹿児島に屋台、本場の屋台を作りたかったんです。飲み方どうしましょう。そしたら今もう後輩たちが鹿児島の中央駅の近くの宝月川沿いに鹿児島リヤカー屋台まだ入ってますか。検索してください。鹿児島リヤカー屋台今5軒やってるんですけど、で今度3軒増えて 8軒になるんですけど、その屋台ができたんですよ。だから、まあ、そこを応援するというか、ここを続けつつやっぱり鹿児島の観光のためになるような起爆剤をこう持って帰れればなと思ってるんですけど、鹿児島ってめちゃめちゃ観光資源が整ってるんですよ。桜島がある、温泉がある、山がある。で食材も鶏豚牛全部美味しい。一致団結してやっていけばめちゃめちゃ街は盛り上がると思ってます。お互いすごい感じだな。もう終わりですか。そうやばいやばい。車を取ってきます。ご調査ありがとうございました。そうですね、桜島よりでかい男になれるように博多で頑張って、また鹿児島のために何か役立てるような男になるために頑張ります。チェスト行け鹿児島以上です。